今回は一番ヘッドの上まぶたと唇をカットしてみたいと思います。一番ヘッドでよくあるのはアイホールの上まぶたのこの出っ張りをカットするっていうのと、口を削ってこの口の面を平たくするっていうこの2つだと思うんですけども、あとは好みによってアイホールの形を変えたり口を開けたりっていうところだと思うので、まずですねこの上まぶたをカットしようと思うんですが、今オルファーの刃を使ってるんですけど、これは何でもいいと思います。私まだ1番あんまり使ったことがなくて2回目ぐらいなんですよね。なのでちょっとね分かんなくてたどたどしいかもしれないんですが、これをこんな感じで切っていくんですよね、多分ね。切ってはいるんですけど、普段はルーターを使ってやるんですね。なんでナイフを使ってるかっていうと、よく動画ではナイフを使ってるんですよね。ナイフの方がいいんですかね。まあね、ルーターよりサクッと切れるんで早いは早いんですけど、この上の部分をカットしてます。結構切りにくいですね、ここの部分って。だからルーターの方がいいと思うんですけどね。今ねザクッと切りました。なのでこの後はルーターを使っていきましょう。ルーターを使う時にゴミが出るので、それを吸う簡易的な集塵機をおしゃれじゃないバージョンを作ってあるんで、それを使ってやってきます。この集塵機のいいところはパソコンのファンを使ってるんで、今はマックスの回転なんですけど、結構うるさくないのがいいですね。こちらの作り方も参考動画アップしてますので、よかったらご覧ください。次は上まぶたのこのザラザラをこのジルコエボスーパーファインで取ってきます。これ意外と削れないんですけど、熱垂れみたいのが結構少なくて後々結構楽なので、私は最近これをお気に入りで使っております。上まぶたのこの境目もですね、綺麗に取っていこうと思います。この部分ですね。右側だけカットしたんですけども、こんな感じですかね。平たくして上まぶたはもうない。あとこのラインですね、ほんのり残ってるんですけど、もう少し削れば綺麗になるかなっていう感じです。上まぶたの厚みはちょっと薄くなっていて、このなだらかにする分ですね、この上まぶたもちょっと削っていかないとまっすぐにならないので、そういう感じです。では反対側も同じように削っていこうと思います。こんな感じで綺麗に削れたんですけども、ジルコエボを使うと意外とですね、ザラザラ感っていうのがあんまりないので、このままでもいいと思うんですけども、表面処理ではちょっとね物足りないところはあるので、最近お気に入りの紙安 10mm をこれを使ってですね削ってきます。これ意外と持ちやすくて力を入れやすいので、最近お気に入りなんですけど、これを使って表面の段々っぽいところをですねなだらかにします。 V カラーシンナーで塗っちゃってもいいかなと思うんですけどね。 V カラーシンナーは少し色が黒くなるんで、私は最後の1回ぐらいにしてるので、ちょっとヤスリで頑張ります。ペンサンダーとかをお持ちの場合はそれで削ってもいいですね。はい、削れました。メイク会でよくあるのは、どれくらい削ればいいんですかっていう質問が多いんですけども、多分予想なんですけども、ディーラーさんは
こうやって影が見た時に段々がないぐらいに綺麗にしてるんじゃないかなと思います。でそこが消えないで残っちゃってるところが難ありになってるのかなと推測してます。実際ちょっとどうかわかんないんですけどね。で個人使用であれば個人が OK だと思える範囲でやめてもいいと思います。はい、口をカットしていくんですけども、口も動画とかを参考にすると思うのでダイレクトにここでカットしてるっぽいんですよね。でこの出っ張りをまずなんとか削る。ここに口の溝があるんでここまで、深くカットする、そんな感じに見受けられます。でここでよく側尾斑が出るっていうあるんですけども、側尾斑っていうのはもともと何かっていうと、この裏の硬い面がですね表面に出てきてしまったんで、表面のこの柔らかい面と裏の硬い面の質感が違うので側尾斑みたいなこう言われてるんですけど、どれでもそうなんですけども、深く削ればどれでも出てくるんですよね。でものによってここの部分が深いか浅いかっていうのがあって、側尾斑が結構半長博打みたいな感じになってると思うので、本当に気になるんであれば側尾盛りで対応してもいいと思いますし、ヒートガンとかエンボスヒーターで柔らかくして引っ込めて削るっていうのも一つの案かなと思います。はい、でこの段階で多分口の溝はほとんどなくしといた方がいいかなと思いますね。ナイフで大まかに切っておいた方がいいかなと。側尾斑が出る可能性があるので、ここでのカットは最低限にしとくっていう見方もあるかもしれないです。鼻の形とかは好みによってくると思うので、そんなにカットしないんですけど、一応これはまっすぐにするようにちょっと今やってますね。今度は、ペンサンダーを使っていこうと思います。最近買い替えてアルティマ7を使ってます。これの方がオートトルクっていう機能がついてるんで安定して削れるのでいいのと、あとこの動きが縦なんで意外と使いやすいかなと思って買い替えました。ここの部分ですね、ここに本来紙やすとかそういったものを貼り付けるんですけども、結構コスパが悪いので、私はこのダイヤモンドシートの200番っていうのをここに貼り付けてですねやってます。今ですねこういう感じで丸い感じですね。これをこの界隈削って平たくしていきます。結構平たくしたんですけども、この部分を平たくするときにこのほっぺたの部分ですね、ここら辺も平らにするような感じで、そうするとこの鼻のこのへりというんですか、ここの部分がちょっとね不自然に感じになっちゃうんですよ。ここはペンサンダーでは削れないので、ルーターとか棒ヤスリとかそういったもので削ります。じゃあここのこの部分ですねをもう少し平らになるようにルーターでカットしていこうと思います。はい、口もきれいに削れたと思います。まずここですね、平たくなるように削ってます。わかりますか？ここにちょっとね、ほわーんと丸い形が見えるんですけども、これは側尾斑ではないと思います、多分。で、この鼻のたもとですね、削った口に対して結構この盛り上がってるので、ここの両端を削ったのと、あとこの01番の特徴なんですけども、こっち側がちょっとねヘッド全体的に盛り上がってるんですよ。これは DD のヘッドの特徴なんですけど、右側と左側のバランスが
微妙に違っていて、このほっぺもですね少し削りました。ぴったりに合っていないんですけど、結構削ってます。こんな感じですね。ということで01番のヘッド削りはこんな感じで終了です。次はここの開口ですね。どんな感じで開口すればいいのかっていうのを動画作ろうと思いますので、ご期待いただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。それじゃまたね。バイバーイ。